1988年5月以来、若い女性が衰弱死するケースが増えている。拒食症等によるノイローゼが原因と考えられているが、はっきりとしたことは不明である。持田直子は本当にこの東京で生活し生きてきたのだろうか。彼女と会わなくなったのってもう1ヶ月ぐらいも前だから。彼女友達少なかったでしょ。持田直子さんというのは一体どういう女性だったんでしょうね。そうね、とにかく格好とかも派手で割と遊びつけに思われてたんじゃない？でも本当はなんていうか、彼女って自分のこと変えたがってたのよね。結局東京に馴染めなかったみたいな。私も聞いたことあります。何だったか名前忘れちゃったんだけど、サークルみたいなやつですよね。六本木とかでチラッと聞いたっていうか、私も誘われたの、彼女から。で、あなたは拒否したんですか？拒否っていうか、私あんまりそういうの好きじゃないのよ。宗教じゃないみたいだったんだけど。だって何でしたっけ、根源的な快楽を解放するでしたっけ。不気味じゃない。そうね、ずいぶんハマってたみたいよ。持田直子は宮城の高校を出て東京の専門学校に通うようになった。そしてそのまま東京に一人住まいを続けていた。サイズはこれどうしましょうか？全部こんなもんで大丈夫ですか？はい、何それ、お前のカメラ？そうです。仕事しろよ。やってますよ、ちゃんと。持田直子はここ渋谷桜ヶ丘町にあるグラフィックデザイン事務所で働いていた。ここで彼女はある健康器具会社のパンフレットなどのレイアウトをしていた。仕事が地味な分、夜の遊びが派手になっていたのかもしれない。東京という街が彼女を変えたなどとは思いたくないが、一体彼女は何に向かって進んでいたのだろうかと強く思う。サークルっすか？俺ら一応ここら辺仕切ってんから大体分かってんだけど、結構あるんすよね。ほら、なんつったっけ、インフィ？ほらほら、この前。違う、アンフィニアンフィニソサイティとかっていうのは多分ね、やばいやつだよそれ。結構さ、六本木とかって薬関係多いから、そういうやつのあれじゃないの？違うよ、確か友達から聞いたんだけど、そういうんじゃないってよ。じゃあそういうやつなんだよ、あれは。皆さんあれ、たまには薬なんかやっちゃったりするのね。やるわけないじゃん。
町で薬物が蔓延しているという報告がされてから久しい。今でもスピード、コカインなどが流通しているが、持田直子が加入していたと思われるサークルはこのような非合法の薬剤を用いてはいなかったようである。それでは一体どのような恩恵が加入者たちにもたらされたのだろうか。アンフィニ・ソサイティのサークルへの勧誘現場を目撃することができた。男はディスコの黒服、すなわちフロアマネージャーで、女がどうやらアンフィニサークルの勧誘員らしい。アンフィニ・ソサイティでは勧誘のことをロールイン、勧誘する役割の人をミディアと呼んでいる。これからしてアンフィニ・ソサイティのオリジンは英語圏の国、アメリカもしくはイギリス、オーストラリア、カナダであることが想像された。話聞かせていただけますか。いや、はっきりなんだって話にはならなくて、なんだか理念だとかなんだとかね、わけのわかんないこと言いまくっちゃってさ。パンフレットとかなんかそういうのはもらってないですか。いや、なかったっすよ。なんかね、やたら秘密ってのにこだわってたしね、人間の本当の快楽は人間の中にあるって、そればっか強調してんだわ。じゃあそれはその薬とかそういうんではないんですか。そういうヤバいやつじゃないとは言ってたね。でも宗教とは違って本当にマジに快楽があるとは言ってたね。でもさ、これがバカ高いのよ。それでやめたわけ。だから男と別れたなんてことは彼女にとってそんな重大なことじゃなくって、きっかけみたいなもんだったんじゃない？だからサークルかなんか入っちゃって。でもあの子確かに変わったかなって感じはした。それはですか、催眠状態のようなものとか。そういうんじゃなくって、ただひどく疲れてるっていう感じがしたの。別に運動してたってわけじゃないみたいなんだけど。それは何が原因だか彼女は言ってませんでしたか。ジョギングしてるのと同じ感じなんて言ってたけど、だから私に安心しろっていうことじゃない？ジョギングしてるっていうのは、同じっていうのはどういう意味ですか？わかんない。ジョギングをしているような快感、その謎は意外にも早く解くことができた。その鍵を握るのがこの一冊の本である。モルヒネとかそういった麻薬が体に効くってのはどういうことかと言いますと、
それが脳のいろいろな細胞と結合する部位があるのではないかっていう、そういうことがもともとにありまして、で実際にいろいろな方法をやって確かめていきますと、麻薬が脳の中に結合する部位があるっていうことがはっきりとしてきまして、そういう結合する部位がもともとあるというからには体の中でも麻薬用の物質を作ってるのではないかっていう、そういう発想に次になっていきまして、で研究の方が飛躍的に進みましたところ、どうも体の中でも麻薬と同じような作用をする物質が作られているっていうことがもう1975年ぐらいですけども、もう明らかになりました。そういった物質を総称してエンドルフィンというように現在では呼ばれるようになりました。一番強いダイノルフィンとかそういった物質ですとモルフィネの700倍とか1000倍とかそういった強さがあるというふうに言われております。ジョギングを好まれる方最近は多いようですけれども、ああいう苦しいことをやっていてどうしてだんだん楽しくなってくるかっていう、そういうことなんですけど、実際いろいろ血液の中のそのエンドルフィンの量とか測ってみますと、マラソンを何度もやってらっしゃる方なんかですと、そのエンドルフィンの血液の中の濃度が普通の状態よりも飛躍的に高まってるっていう事実がございまして、ひょっとしたらばそういう苦しい状況でもエンドルフィンが体の中に出てきて、そういったストレス状況に対応して、そういうのを楽しく感じるようなというか、気分がいいように感じるような働きをするような作用が体の中に実際にあるんじゃないかっていうふうに呼ばれておりまして、現在ランナーズハイとかジョガーズハイとかそういうような名前で言われているようですけども。ただ痩せたいだとか運動不足解消の目的以外でこの苦しい運動をやっている人が一体どれくらいいるのだろう。それは無意識のうちに求めているものなのかもしれないが。はい、回りました。2分ぐらい回してて。2分ですね。はい。あれ清水さん、その写真内田直子さんって綺麗な人だったんですね。これは六本木でサークルの勧誘を行っていた女性の写真である。アンフィニー・ソサイティはどうやら脳内麻薬物質エンドルフィンによって合法的にトリップする方法を考え出した集団であるらしいことが分かってきた。しかしその方法は分からない。そしてこれは持田直子の最後の姿。偶然なことからこの2枚の写真に共通点があるのに気がついた。これは一体何なんだろう。合成的にエンドルフィンを作ることは、もう現在はできますから、これを脊髄の中とかに打ち込むとかそういうことはもう以前からやられておりまして、例えばがんの痛みなんかの患者さんにエンドルフィンをやってやると痛みを取ってやることができるとか、そういうことはもう可能ですけれども、何分もう体の中っていうのはうまくできておりまして、そういうエンドルフィン用物質っていうのはすぐ壊されるようになってますから、エンドルフィンをやるとむしろすぐ壊されてしまうと思います。だから同じ目的で やるんでしたら、それこそ麻薬をやった方が効きは長いと思います。今のところそのエンドルフィンを外から上げるのよりは、むしろ昔からあるような方法でエンドルフィンを体の中から出させてやるようなことをする方がどうも能率がいいというような、ある種のトレーニングによって、例えばジョガーとかエンドルフィンを出させるってことは可能性はあるとは思います。
そんなに難しくはないんですよ。結構ここでもねよく育ちますから。それは効き目はね向こうのに比べりゃちょっと多少落ちる面はあると思いますけども。それじゃあですね、はい、エンドルフィンというその人間の脳の中で作られるという麻薬物質については聞いたことがありますか？はいはいはいね、あれはいいもんでしょうね。自分の体の中であれと同じようなもんができるわけでしょ、だから合法的なわけですよね僕も別に好き好んでやばいことやってるわけじゃないから、そういうのがずっとねいいんだろうなと言いますと、それはその非合法的な栽培が目的ではないということですか？そうですよね。自分の体の中で同じようなものができるんだったらそれに越したことはないし、いいと思いますよ、それは。そうかな。でもどうしてそこまでして飛ばなきゃならないんだろうな。そこが僕は分かんないんだよね。そうですか、分かんない人には分かんないですよいや、そういう問題じゃなくて、そのトリップするってことがね、その人にとってどういう意味があるのかってことを知りたいんですよ。だからあなたがどうのこうのって言うんじゃないけれども、その必要性があるってことをね、あなたにちょっと言ってもらいたいわけですよ。言ってもらいたいわけですって、トリップしたい人のその欲求の動機っていうのは人それぞれでしょうからね。じゃああれじゃないですか。結局それは現実からの逃避なんでしょ。だから現実の生活から逃げるための一つのなんていうの、その弱さをフォローするための一つの道具でしかないってことじゃないんですか。しょうがないな。いや、だから何がしょうがないですか。しょうがないとかじゃなくて。なんですかね。だからここでこういうこと言ってもしょうがないんですけど、どうぞどうぞ。だから、ドラッグカルチャーっていうのは、60年代のカウンターカルチャーの産物とかそういうもんじゃなくて、人間古来のね、コミュニティが形成されてるですから、そういう基礎知識はこっちでも調べてんですよ。そんなもん本に書いてあるじゃないですか。ね、あなたに抗議されるまでもないんですよ。そうですか。ですからはっきり質問しますよ。ね、あなた個人はなんでドラッグを必要としているのかということです。あんたなんだよその言い方、失礼だよそれ。何が？俺なんでこの人にこんなことまで言われるの？俺説教されてんじゃん。俺取材だって言うからさ、なんかこれテレビなんだろ。テレビ人にそんな失礼なものの言い方すんのかあんた。ちょっとあんたテレビが普通。ちょっとはっきりさ逃げたばっかりないだ。何が帰ってくださいよ。さっきから俺に聞きたいことってさっき言ったのと違うじゃん。なんか言ってることが。いやだから失礼だよ。なんかこんな言い方がなんだよ。感情的にならないでよ。話せよ。すいません、あなたのお名前を聞かせてくれませんか？俺のことはどうでもいいよ。とにかくあんたたちどれくらい本気で調べているかによるわけだから。アンフィニーソサエティについて何かご存知なんですか？俺はね、そのアンフィニーなんとかっては別に知っちゃいないんだよ。あんたたちはエンドルフィンについてやってんだろ。ええ、そうです。もし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 。ナビエって雑誌あんだろ。健康雑誌ですね。それを昭和60年10月号を見てみろよ。それに何が載ってるんですか？いいからそれを見てみろよ。あんたたちを探してるやつ載ってんだから。あなたはどなたなんですか？これの号でエンドルフィンに関する記事などは載ってませんでしたでしょうか？エンドルフィンですか？はい。エンドルフィンはですね、
去年の号かなんかで確かやりましたけども、この号ではやってませんね。まあやったとしてもうちだったらコラム程度の扱いですけどもね。そうですか。じゃあこの10月号では主にどんな記事が載ってますか？これは10月号ですか。これはメンタルトレーニングの特集ですね。気軽にできる脳のトレーニング法。まあこれは東洋のタオ思想なんかもこう包括しましてですね、右脳の働きを体操によって活発にするとか、まあ睡眠中のイメージエクササイズであるとか、まあこういうの手軽にできて非常に人気あるんですよ。まあ器具を買わないでも済むし、その分効果もねそれほど大したことないんですけどもね。そうですか。この雑誌を細かく調べていくうちに実に興味深い人物に行き当たった。増岡拓義。記事によるとインドの民間医学研究所で研究を重ね、中国の気候術を融合したいわゆる脳の気候法によるシステムを作り上げたとなっている。これが他の健康を目的としたものと隔絶しているのは、絶対無限への悟りの境地を得られるというトリップを目的とした点である。もしもし。たびたび恐れ入りますが、増岡さんのお宅ではありませんよね？違います。新藤です。そうですか。どうもすいません。失礼なんですけれども、お宅のこの電話は最近この番号に変わられましたでしょうか？いいえ、もう5年ぐらいはずっとそうですけど。そうですか。どうもすいませんでした。どうも失礼します。増岡先生のおっしゃる究極の気候術ですか？一体どういうものなんでしょうか？いや別に究極の気候術とかいうもんじゃないんですけどね、私たちのこのシステムは特に健康法として考えられたわけではないんです。この人間本来持っている幸福の源を意識的に分泌させようというわけなんですね。ちょっとこれをご覧ください。この額には人間の第三の目があると昔から言われております。いわゆる超能力の力というのもそこから発揮されているわけなんですね。そうなんですか？はい。ですからその額を刺激することと、特にそこに意識を集中することによって幸福の源を体内にて生成していこうというわけなんです。当時民間療法のトレーナーという立場だった増岡のこの理論は、エンドルフィンを意識的に生み出す方法について語っているのは確かだろう。しかしこの説明では具体的な方法はわからない。一番その気の集まるツボが3つあります。大きく分けてヨーガでいうチャクラ、上丹田、そしてちょうど水月横隔膜のあたりですね、これを中丹田、そしてへその下、これを下丹田、上中下、この3つに分けられます。特にヨーガでいうチャクラは精神を集中する、いわゆる脳を抑制状態から解放するところとされております。これは自然哲学を元にしておりますので、非常にミステリックな部分が多いです。中国の何千年の歴史の中からそのふるいにかけられて臨床を積み重ねて、そして正しいものが365残って今なお伝えられていると。針をいろんなツボに打ち込むことによってエンドルフィンの分泌を刺激しているんじゃないかっていう考え方がありまして、針を打ち込むことによってエンドルフィンが持続的に分泌させて、麻酔状態に陥るとか、そういった物質が脳からその抽出されると、またその抽出するためのそのツボというものがもし探し当てられれば、それは決してその不可思議な世界ではなく、実際のその世界へと導くことができると思います。しかし
何でもそうですけれども、暗示的な要素はこれは重要になってきます。暗示にかかる、いわゆる催眠術にかかると同じように、そういうことをやった時点においてその本人がそう思い込むと。特に思い込みの激しい方、また自分を解放できない、自分を常にストレスを抱えて欲求を抱いている方というのは暗示にかかりやすい方が多いですから、特に心を病んでいる方ですね、そういう方にとってはそれがもしハマれば、これは完全にトリップ、いわゆる別の世界を垣間見ることが可能かと思います。増岡武さんの現在のところについて知りたいんですけれども。モーニングショーの放映を境に増岡は表舞台から姿を消してしまったのである。あらゆる手札を使っても探さなくてはならない。それにしてもエンドルフィンを自分の意思で体内に分泌させるとは何とも恐ろしい。しかし魅力的なことだろう。この空き地は、登記名は違いますが、実際の持ち主はアンフィニー・ソサイティだと言われています。しかしサークルの本部のようなものが建設される予定はないようです。宗教でしたらこの壮麗な本殿なんかが作られるわけですが、どうやらこの土地は金を生むためのシステムとして機能しているようです。このことからも分かるように、アンフィニー・ソサイティの第一義的な目的は、莫大な入会金やセミナーへの参加料を財源とした完全な営利企業と言えます。意外なことに増岡はすでにアンフィニー・ソサイティを離れていた。彼は口を濁していたが、どうやら金をめぐってのトラブルがあったようである。増岡は健康器具のルートセールスに身を転じていた。これじゃバレないか。大丈夫ですって。あんまり体ゆすんないでください。清水さんさ、はい、相手の顔をカメラの方向かせるようにして。ね、分かってる。すみません、清水さん、ちょっと声くれます。はい。清水です。清水です。いい？はい。清水です。清水です。はい、OK です。OK。増岡さんですか。清水さんですか。ちょっとどっか喫茶店でも入りませんか。時間がないですよ。大丈夫でしょうね。この前ラビエの件でもしかして電話いただいてませんか。いやそれは僕じゃないですよ。いやアンフィニーにはですね敵が多いんですよ。僕みたいにですね辞めた元身内が似たようなことをやろうってんでお互いに足の引っ張りっこやってんですよね。要件だけ話しますんで、実はね僕の辞めた理由もそれなんですけどね、例のそのメソッドアンフィにはこう、スティミュラスって呼んでるんですけどね、この僕がインドから仕入れてきた情報は、あくまでもこの運動と精神によってそのエンドルフィンをこう分泌させるっていうことなんですよね。ところがですね、そのヘッドの連中がそれに中国の裏違法を合体させたんですよ。それによってその効果はものすごくこう飛躍的にこう増大したんですけどね。ちょっと待ってください。
じゃああれですか、そのエンドルフィンの出し方に危険があるって言うんですか？いやそうじゃないと思うんですけどね、ここに触媒を埋め込むんですよ。いやこのピアスの穴開けるより簡単なんですけどね、自然じゃないですよ。だってこれ人工的にこう人間に作用させようってんですからね、データは出揃ってませんけどね、若い女にはヤバい効果もあるらしいんですよ。ちょっと待ってください。ヤバいってのはどういうことですか？いやそれは分かりませんけどね、まあとにかく言いたいことそれだけなんですよ。気をつけてくださいよ。僕もなんとか死にそうな目にあったんですから。死にそうですね。じゃあちょっと増岡さん、ちょっと待ってください。増岡さん、OK だよ。帰っちゃった。いい？そっち戻るよ。これ屋内行ってもこれぐらい映んの？ええ、肉眼で見える範囲は十分映りますから。そうだ、あれ部屋の中にさ、もう一個仕込んだカメラあるよね。ええ、あっちの方はワイヤレスで飛ばして、こっちの方でチェックしてますから。俺心配なのこれバレなんだよな。六本木の黒服の青年のコネで今回ようやくアンフィニーソサイティに潜入することができそうです。ここは、東京の郊外に来てるわけですが、アンフィニーソサイティの合宿はいつもこうして地方のホテルで行われるのが通例となっています。これは、日常の生活から隔離して、得意な環境に受講者を置くのが目的ではないかと思われますが、この方法論というのがよくある人格改造セミナーと同じではないか、そんな感じがします。これからアシスタントの河野さんと一緒に行くわけですが、こういうこの辺が見破られないように、しなくてはなりません。どっちだよ。フロントどっちだよ。清水さん、あっちみたいですよ、セミナー会場。あっち。大丈夫？受講票お持ちですか？
はい。これでよろしいですね。清水圭一さんと河野紗恵さんでいらっしゃいますね。はい。何かお薬を飲んで来られませんでしたか？いえ、指示通りにしてきました。河野さんも？はい。それではセミナーの受講料いただきます。それでは中へどうぞ。はい。アンフィニー・ソサイティの目的は一つです。人間が本来持っている絶対的な幸福感へのアプローチ、それをほんの少しお手伝いしようというのがこのセミナーの趣旨です。私はあなた方の心を開く役目、オープナーと呼んでください。アンフィニー・ソサイティは決して宗教団体ではありませんが、その理念には神に対する畏敬の念を忘れてはならないというものがあるのです。さあ、ゆっくりと息をしてください。瞑想状態を早く獲得することがスティミュラスの効果を上げるのです。というわけで、エンドルフィンは決して特別なものではなく、我々が日常的にその恩恵を受けているものなんですね。いわば心と体の潤滑油だから、エンドルフィンを自在にコントロールするっていうのは人間の特権と言って良いわけなんだよね。はっきり言って人間が変わります。人生観、性格、人柄、全て変わります。人生ってこんなに素晴らしい、そう心から思えるようになるのです。ただしその資格を得るためにはそれなりの制御をする術を覚えなくてはなりません。脱落していく人も確かにあります。確かに安くないお金を払ってここへ来てもです。しかし決して自分が特権を得られなかったとしても、他人にこのことを話して他の会員たちの迷惑になるようなことをしてはなりません。清水さんさ、清水さんともかくとして、ちゃんやばくなったらすぐ出してあげてよ。ね。分かってる分かってる。大丈夫ですよ。
ほら私結構こういうの好きなんですよね。見えない見えない。ちょっと消えちゃったじゃん。しかし意外だな。ここまで宗教ショックかかったなんて。いやあれはポーズだけだよ。そうかな。だってそうだよ、最初のなんか儀式みたいなやつの目的ってのはあれだよ、参加者の雰囲気を飲み込むためのもんじゃないのあれ。だってあれだもん、その後の講義なんてのはもう至って実務的よ。もう、呼び込みってなもんだよ。あそこまで秘密主義でやるとでもないような気がしたんですけどね。明日のセミナーの後に例のシティミラスのオペレーションあんね。もちろんその前に消えんだろ。さえはね。清水さん受けるんですか？清水さん、話違うよ。そこまで許されないよ。ダメだよ、俺の責任とかじゃなくて、そんなのダメだよ。その話なし。ダメ。なしなし。なあ。いい、もういい、もういい。止めろよ。疲れちったよ、もう。はい、イメージはできましたか？強く念じないとイメージはできませんよ。念じてください。あなた今どこにいますか？エレベーターの中、閉じ込められています。そこにはあなたと誰がいますか？お母さん。お母さん、怪我してるんでしょうか？すごく血が出てますね。はい。その血の色は何色ですか？黄色。イメージを切りなさい。僕はイメージを切りなさい。まさかどんどん硬くなって傘がないなんて僕はどうなってしまうんですか？頭にオレンジのサークルをかけなさい。もうこんなになってしまう。俺が木村さん、あなたはイメージが切れないんじゃありません。イメージに逃げてるだけ。自分のコントロールが不完全だとあなた方はただ覚えてしまうだけですよ。いいですか？いいです。お席ついてください。すごいですね。スティミュラスのオペレーションする機材だろ。なんか怖いみたい。
いいですか？自分自身を確固としてコントロールすることはとっても大切なことなんです。それがきっちりとできてないと、たとえ快楽を得られたとしても、それはただ人生の敗残者となるだけなんです。人間は進化しているんです。かつては求めても得られなかった快楽を得られたとしても、それを自分の支配下に置くことができなければならないという、そういう段階になっているんです。さあ、もう一度お腹からゆっくりと息を吐いてください。このソサイティの理念に共感しました。そうですか。しかしあなたの心の奥では何か違う欲求があるんじゃないですか？あなたは今どこにいるのですか？あなたは今どこにいるのですか？自分の部屋です。何を待っているんですか？別れた彼からの電話。清水さん。ともかくね、ここまで来たらオペレーション受けないとこの取材成立しないよ。でもあれをやっちゃうってことは全面的に向こうのものになるってことにならないかな。そんなことないよ。だからなんでそこまでやらなきゃならないわけよ。清水さん、そりゃあんたのエゴだよ、エゴ。でも結局最後までやんないと実態は分かんないんじゃないですか。だから俺が言いたいのは、それを成立させるファクター。成立させるって何を成立させるって。麻薬をね、取材して自分で麻薬を打つジャーナリストなんかいないよ。これは麻薬とは違いますよ。うるさいなお前は。ねえねえ、ちょっと聞いてよね。どっかでね、ピアスの穴開けてそれで死んだなんて話聞かないだろ。そりゃそうだけどさ、責任は荻原のとこ行かないようにするから。そんなこと言ってんじゃないよ。前の話だよ。清水さん、持田直子さんにすまないと思ってるんじゃない？直子さんのためにスティミュラス受けようって言うんだったら、私それ間違ってると思うな。何を？え？どういうこと？ねえ、何を？ちゃんと話してよ。どういうことよ？言ってよ。言っていいよ。直子さんが別れた男の人って清水さんだったんです。そういうことか。それがこのネタに関わった理由か。持田直子に対する贖罪でスティミュラスを受けようってわけだ。はあ、笑っちゃうね。冗談じゃないよ。本当に持田直子さんが死んだのは清水さん、あんたの責任じゃないんだろ。彼女がアンフィに入ったのはあんたと別れてからなんだろ。ああ、
何考えてんだよね、本当に。チームワークなんだからこういうのはね、分かってほしいよ。だから別に構わないんでしょう。彼女がそばにいて困るようなことってないわけでしょ。いえ、ですから原則的にステミュラスはオペレーションを受けるご本人だけ部屋に入れるということになっておりまして。だからそれは原則的にでしょ。僕はね、その彼女にそばにいてもらって、それで納得してもらいたいんですよ。ちょっとオープナーに聞いてきますんで。はい。大丈夫かな。今回だけ特別に許可するそうです。はい。ただし他の受講生の方々には言わないでくださいね。はい、わかりました。じゃあどうぞ。はい。さあ、そんな緊張しないでくださいね。あなたもこの方がスティミュラスをお受けになるのをご覧になればきっと決心がつくと思います。ですから特別に部屋にお入れしたんですよ。はい。はい、いいですか。ちょっと麻酔をしますからね。ちょっと待ってください。先生は医者なんですか。もちろんですよ。はい、じっとしてください。はい、これがスティミュラスです。純度 100% のプラチナですから全く体に害はありません。しかも皮膚のすぐ下に置くだけですから。はい、じっとしててください。全然痛くないですからね。あなたの新しい世界が広がるんだから。傷なんかね、2ヶ月も経てばほとんど見えなくなってしまいますから大丈夫ですよ。はい、終わりました。今日はお風呂に入らないでくださいね。簡単でしょ。これであなたもスティミュラスを受けますね。
これがブレインイメージエナジャイザーと我々が呼んでる機械ですね。これは脳の描くイメージをコンピューターを使いまして CRT 画面に再現しようとするものなんです。人間の想念みたいなものは波形として描くことできるんですが、これを色に置き換えて映像として処理するわけです。じゃあそうするとこの機械を使うとどんなイメージを脳に浮かべているのかということがわかるわけですね。まあ基本的にはそのシミュレーションということですね。これ本人に苦痛はないですよね？全くないです。清水ちゃん、じっとしててくれよ。それじゃあ絵を出します。お願いします。
す。